徳川家のその後。どうする家康に学ぶ日本史。平和だが息苦しい時代の到来。大阪夏の陣で豊臣家を滅ぼした徳川家康と秀忠はその後どのような行動を起こしたのだろうか。徳川家のその後を詳しく見ていこう。家康は大阪から凱旋帰郷すると元号を慶長から元和に変えた。そして元和演武を宣言するが、演武とは武器を伏せて使用しないという意味である。家康は秀頼の所司で8歳の国松を捕らえると、京の王子を引き回した上、面前で斬首している。秀忠が大阪の陣の天王寺合戦で敗れた旗本衆を臆病衆として人々にさらそうとしたが、家康は止めている。豊臣方を見限って徳川方についた片桐勝元は大阪落城後のわずか20日後に病没している。家康は翌年の正月には駿府の西方の田中城に出かけ、鷹狩りを興じる。その夜に家康は鯛の天ぷらを食したが、夜中に腹痛を起こす。医師が診察すると腹部にしこりが見られた。家康は以前から食欲が衰え、徐々に体重が減っていたため、胃がんを患っていた可能性が高いという。しかし医者を信用せず、自分で薬草の調合を続けた徳川家康は4月に75歳で死去する。後を継いだ秀忠は土井利勝らを側近に据えて幕府の本格的な基礎づくりを行った。日本を侵略しようとするスペインとポルトガルの目論見に気づいた幕府は鎖国する道を選ぶ。そしてオランダとのみ長崎の出島で交易する政策を取った。これによりパクス徳川穴と言われる平和な時代が実現する。パクスとはラテン語の平和で、パクスロマーナは200年間続いたローマの平和のことである。平和が実現すれば武功派と言われた合戦で活躍した武将たちは無用となる。秀忠は徳川家康の次男結城秀康の長子で、徳川家一門の松平忠直を改易に追い込んでいる。忠直は大阪の陣で4000近い支給を挙げ、東軍で一番活躍を見せた武将であった。豪遊で知られた外様大名の伊達政宗も飲酒で鬱憤を晴らす日々が続いた。政宗は将軍が三代家光に代わると酔って老中の膝枕で寝るなど、家光の笑いを取る酔狂者に変身している。加賀百万石の領主前田利常も鼻毛を伸ばし睾丸が腫れたと幕府の使者に見せるなど、馬鹿を装って必死に家名を存続させる努力をしている。多くの取り潰しを眼前で見ている外様大名たちはそれぞれ生き残りのために必死だったのである。そんな中、家康の寵愛を受け側室まであてがわれていた本田正純は家康の死後も秀忠のご機嫌伺いを怠った。
本田正信、正純と2代にわたって家康に重用されてきた正純には我が家は別格という自負があった。ところが正純は秀忠から宇都宮釣り天井事件で突然宇都宮15万5千石から出羽より5万石に天保を言い渡される。自尊心が強く意地を張った正純は出羽より5万石を辞退したため出羽大沢1000石に追いやられる。さらに佐竹義信に預けられた本田正純は横手で病没している。将軍家の意向に少しでもそぐわない者はいかなるものであっても排除される運命にあった。徳川幕府はその後も栄え続けたが、才能ある人々には平和ではあるが息苦しい日々が続いたことも確かである。